あ、うん、そうか、わかった。古田め、国外逃亡だと野なしめが。古田代議士謎の出国、行き先は不明。長男義国氏も同行の模様か。お母さん、短大の方かな。全国学長会議、大阪に日帰り出張。なんだ、残念。お小遣い前借りしようと思ったのに。あ、2万か3万か5万か。小遣いならわしがやろう。気味が悪くなるほど父は機嫌が良いのです。それもこれもあの古田代議士が父の前から姿を消したからなのです。何しろ古田代議士は父を頭から押さえつけて威張り腐っていた暴力的な男でしたから。ところが父の宿命とでも言うのでしょうか、そんな父の安穏とした日々は3日と続かなかったのです。高林様がお越しになるそうです。高林？そんな奴は知らんぞ。どこの高林だ？内閣官房副長官の高林様です。何？内閣官房副長官高林健吾。竜道をはじめ国民新聞本社ビルに入りました。新海記者でございますか？ええ、政治部の。新海でしたら先月より資料部に異動になりました。資料部？ああ、待ってたよ。入ってくれ。あ、そこのな、流しのとこへ置いといてくれ。あ？なんだ、出前じゃねえのか。竜道！竜道か。お久しぶりです、先輩。いやー、まったくだ。今度は誰と揉めたんですか？編集局長、おかげで窓際族を通り越して一気に地下4階のモグラ族さ。ま、首がつながってるだけ儲けもんだな。ところでそっちはどうだい？は？理事長さんとはうまくいってんのか？まあ、なんとか。相変わらず嘘をつくのが下手だな。で、どうした？ダメ先輩に何か急用か？へい、お待ち、チャーシュー麺。おう、ご苦労さじゃあここ置いときますね。ありがとうやした。古田重平？あ、外国に飛んだらした古田代議士のことか？ええ。古田代議士にはバックに黒幕がいたはずなんです。多分日本の政財界を操れるようなかなりの人物だと思うんですが。おいおい、厄介なことはごめんだぜ。心当たりありませんか？来なよ。ここへ入れるのはな、局長以上か論説委員、それに合鍵をちょろまかした俺くらいのもんだ。こいつもそうだな。とりあえずそんなところかな。あったあった、これこれ。多分お前が探してんのはこのじいさんだ。船津忠義。別名鎌倉の御前。表向きは教育家とか哲学者とか言われてるが、その実日本の政財界を完全に牛耳っている影の人物。まさしく黒幕さ。
この写真はまだ若い頃、船津が陸軍中尉の頃のもんだがね。戦争中の中国大陸が彼の出発点だった。奴は満州で特務機関の一つを支配するや、軍需物資あるいは現地の人たちの財産を没収したり、やりたい放題私腹を肥やし、巨額の富を築いたらしい。そして戦後、その巨額の富を日本に持ち帰り、財界政界に対してかなりの力を持ったと言われている。いや、このじいさんを怒れば首相の首など簡単に吹っ飛ぶって話だ。鎌倉の御前か。最近の写真はありませんか？最近のか。じいさん確かもう90歳をはるかに超えてるはずだが、10年前の写真で写りが悪いが、じいさんの写真はこれぐらいしかないな。見ろよ、ここに古田がいる。それにこいつ内閣官房副長官の高林健吾、東大でのエリートでな、じいさんに取り入って出世街道爆心中のやつだ。高林。ああ、多分今一番じいさんの身近にいるやつだろう。ほう、竜道はじめが国民新聞社にの。共和学院の OB で元政治部の記者だった男を訪ねています。わしの存在に気づき探りを入れておるのか。竜道の孫も少しは頭が回るようじゃ。いかがなさいますか？捨ておけ。四兄弟のことは高林に任せておる。は。おわるくん、もう少しボリューム下げなさい。ご近所に迷惑ですよ。お若いのご精が出ますな。ガス消えちゃった。お料理できないよ。おわるくん、電力会社とガス会社と水道局に電話してください。あれ、しょうがないな。明かりもつけないで。みんな出かけてるのかな。あ、不用心だな。鍵もかけてない。あら、おかえりなさい。電気、ガス、水道、全部いっぺんに止められるとはね。問い合わせをしようとしたんだけどさ。電話まで止まっていたんだろう。嫌がらせでしょうか、誰かの。このカードの読み取りも機械に拒否された。銀行の人に調べてもらったら、竜道はじめ名義の口座など存在していないそうだ。ちょっと待ってよ。俺お年玉全部その銀行に預けてあるんだよ。僕も。消えたよ終わるたちの口座も念のために調べてみたんだ。まあ先生、お財布でも落とされたんですか？はい、実はそんなところで。来月必ず返しますから。いいんですよ先生、気になさらなくて。他の先生もしょっちゅう前借りなさるんですから。で、どのくらい必要なんですの？そうですね、5万円ほどとりあえず。承知いたしました。あら、変ね。おかしいわ。やだ、教師名簿に竜道先生の名前がないわ。あ、消
昨日付けで退職になってますけど。え？なんだね。なんだはこちらの言うことです。どうして僕が昨日付けで退職しなくちゃならないんですか？理事を辞めたんだ。ついでに教師も辞めるべきだと思ってね。なんですって？そんな理屈はない。君の授業はとかく評判が悪いんだ。東大や六大学を目指す生徒から苦情が来てる。あれじゃ受験勉強にならんとね。だからクビだと言うんですか？そうだ、クビだ。そうか。このことはおじさんの一存ではありませんね。何のことだ？いや、いいんです。おじさん、しかしこの共和学院に関しては僕にも多少の権利があります。いずれ改めて話し合いましょう。よくやった。これで高林先生はお前を悪いようにはしない。どうも。あれ？おい、お前たち、もう授業が始まっているのに何してるんだ、こんなところで。だって教室行ったら僕の席なくなってるんだ。なんだって？まあ言ったよ。アマルも俺も昨日転校したことになってるんだって。よかったな、おい。もう授業受けなくて済むんだぜ。一緒にしないで。続くはどうした？校則違反、不純異性行為などなどにより竜道続は昨日で当校を退学処分になったそうです。めでたしめでたし。そうか、少し楽観的に考えていたが明らかにこれは。ええ、我々兄弟に対する計画された攻撃です。豚さん、ごめんなさい。はじめ兄さん、これ使ってください。兄貴、思い切って家族のために寄付いたしまーす。全部1円玉。兄さん、学校の帰りにね、ちょっと区役所に寄ってみたんですよ。そうしたら驚くなかれ、竜道兄弟の住民票はすべて抹消、転出先不明ですって。なんだ、死亡届でも出されているのかと思ったよ。参ったな。もって今月末までだな、我が家の財力は。誰なんですか、こういう底意地の悪い真似をしてるのは。もう少し奴らの出方を待ってみよう。目星はついてるんですね。大体はね。ちょっとあんたたち一体何なのよ。説明しなさいよ。責任者呼びなさい。どきなって、作業の邪魔なんだよ。何の作業ですか？姉ちゃん、俺たちがケーキを作りそうに見えるかい？こりゃいいや。おはようみんな。おはよう、まつりちゃん。ごきげんよう、まつりちゃん。ボンジュール、マドムゼ。まつりちゃんに意地悪したのは誰？この人たち、みんなの家を壊すっていうのよ。なんだおめえらは。この家の所有者だ。所有者だ？ふざけんな。この土地はな、昨日で持ち主が変わったんだよ。見ろよ、この登記謄本。所有者高林不動産、ちゃんと証明されてんだ。高林。さあみんな作業にかかれ。俺屋をぶっ壊してマンション建てるんだ。ちょっとお借りしますよ。
おめえたちにも都合があるだろう。一日だけ時間をやる。今日中には必ず立ち退くんだぞ。銀行口座凍結、住民票抹消、土地家屋名義変更、運転免許証。もういい。小賢しいことを。成り上がり官僚のやりそうなことだ。この大事な時に無能なやつに用はない。ところで成島、お前は足のそばに何年おる？は38年を超えましてございます。今度のこと、お前の力を借りねばならぬかもしれん。承知いたしました。誰でも健全で文化的な生活をする権利はあるわ。まつりちゃん、お芋焼けました。文化的な生活が健全であるとは限りませんが、こういう生活もたまにはいいものです。何よ、お金だってないんでしょ。まったくのんびりしてるんだから、ここの兄弟は。大丈夫、しっかり職探しはしてきますから。ちょっとはじめさん、お金なら心配しないで。私こう見えても結構お金持ち。定期預金バッチリしてるんだから。後で全部下ろしてくるから。ありがとうまつりちゃん。でもお金だけの問題じゃないんだ。俺たち4兄弟、今社会的に抹殺されようとしているんだよ。いろいろとね。それも含めて相談したい先輩がいるんだ。じゃ兄貴、また変な連中が来たらどうする？追い返せ。了解。目標に接近中。作戦を開始します。何をすると？静かにしろ、警察だ。行き先は警察じゃないのか？やかましい。降りろ。お前の取り調べはここで行う。おいおい、乱暴はいかんと言ったじゃないか。すみません。なんせ私の部下は出か上がりか機動隊、それに自衛隊経験者ばかりなもので。君の出方次第なんだ。保険金詐欺、強殺、どんな逮捕状でも取って実際に警察に引き渡す用意もしてある。高林健吾、内閣官房副長官。おお、私が誰か知っているのか。だったら話は早いな。これは支度金のほんの一部だ。支度金？そう、君たち4兄弟の身柄すべて私が預からせてもらう。なるほど、飴と鞭。国家権力を傘に来たお役人のやりそうなことだ。だが少し思い上がってはいませんか？民主主義とは名ばかり、結局は権力集中。国民すべて自由に思いのままにできると思っているんでしょう。どうやったって思いのままにできないことがあるってことを知らないんです。知らないね。たった一人が23歳のしがない元高校教師の気持ちさ、思い通りには動かさないってことだ。権力が通用するのは権力を欲しがる連中にだけさ。だらはら出動。いい加減にしろ。
竜道家のご長男、もうおやめください。このような者たちを手にかけたとあっては竜道家の名に傷がつきましょう。竜道家ご長男はじめ様にお願いがございます。私船津家の執事成島城吉と申します。本日主船津忠義の命を受け参上いたしました。何卒鎌倉へ私とご同行いただきたく存じます。嫌だと言ったら切るか。いいえ、それは私めの不徳。この場にて御前へのお詫びをいたしますまでのこと。待て！条件がある。何なりと。弟たちには一切手出しはしないこと。少なくとも俺とお前の主との話が済むまではだ。確かに承ります。成島なぜだ。御前は鎌倉の御前は竜道兄弟のことすべて私に任せるとおっしゃっていたはずだぞ。さて全ては御前の御意のまま、私めごときにはどうかご自身で御前様にお確かめくださいます。どうぞこちらでしばらくお待ちください。高林でございます。緊急のお目通りを御前にお目通りを。竜道はじめ様、ご無事にお迎えいたしましてございます。それと高林様、急のお越しでございますが。あがきおって。御前、なぜでございましょうか。竜道兄弟のこと、着々と計画も進み、もう少しで成功する運びと。成功するのう高林、人間にはそれぞれ器量というものがある。やり方は見せてもらった。もうよい。四兄弟はの今までお前が相手にしてきた連中とは器が違う。お前の役目を解く。御前、それだけは今一度チャンスを。古田親子はのシンガポールまで逃れたが、そこで死んでもらった。もっともあの親子の死体は永遠に誰の目にも止まらん。焼いた後骨を粉にして海に撒いたそうじゃからな。御前、帰れ。任期までは副長官の職務めさせてやる。御前、命だけはくれてやると言っておるのだ。この部屋は私だけの瞑想の間でな。客を入れたのは初めてのことだ。つまり今までのどんな客よりも君が最も私の大切な客ということになる。よく来てくれた竜道はじめ君。私が船津忠義だ。
まず私から君たち兄弟への心尽くしだ。高林が仕掛けた君たちへの包囲網は私が解いた。銀行口座、不動産、その他君たちが失ったもの全ては今日中に元通りになる。当然ですね。あなたの手下がしたことですから。それにしてもよう似ている。それは私の祖父竜道司にということですね。あなたは私たちの祖父の知り合いだった。船津忠義。この名を聞いた時思い出したんです。祖父の葬儀の時、あなたは花輪と香典を送ってきていた。かつては友と呼び合う仲だった。その友であった竜道司の孫である私たち兄弟にあなたは害をなそうとしている。なぜ？飲みなさい、君も。竜道家の家訓です。酒は心許せるものと飲め。わしが君たちに関心を持つに至っては、それに先立つ長い話がある。何から話すか。そう、やはり龍泉峡の話からがいいな。龍泉峡？日中戦争当時、君の祖父竜道司は黄河の上流へ旅に出た。洛陽から長安へ、さらに西へと歩き続けた。旅は1年続いた。そして彼は到着した地図にない村、伝説上の架空の村と言われていたその龍泉峡へ。鉄国人である竜道司を村人たちは温かく迎えてくれた。それはもともとの彼の先祖はその村の出身であり、竜道司はいわば3000年ぶりに本家に帰ったことになったからなのだ。そして彼は117日間龍泉峡にとどまることを許された。その間古文書を読み続け、古老の話を聞き続けた。随分事情に詳しいようです。なぜですか？その旅には同行者がいたのだよ。つまりあなたですね。そういうことだ。私も竜道家の時を超えた秘密に大いなる興味を持ったもんでね。時を超えた？知っておるかな。竜道家はそのはるか昔、その姓を豪と名乗っていた。豪とは竜王の名字だ。さまざまな中国の伝説に共通して記されておる。竜王？東大を出て通産省に入り、コツコツとやってやっと鎌倉の御前に認められ、県知事を振り出しに参議院衆議院、多くの政敵を出し抜いてやっと得た今の地位だ。失ってたまるか！失ってたまるかよ、奈良原。お前は俺のおかげで日本一の警備会社の社長になれたんだぞ。分かってますよ、高林先生。何？出か上がりのお前なんかに何がわかる？とにかくもう一度御前に認めてもらわなければ。そうしなければ俺は終わりだ。やっほー！なんて気持ちのいい文化的生活。アマル、頭洗ってやるからこっち来いよ。やだよ、おわる兄さん乱暴だから。ほんと嘘みたい。電気もガスも水道もいっぺんに元通りになるなんて。ねえねえ、誰かの陰謀説って本当だったのかしら。ほら、コンピューターなんとかセンターの故障とか間違いってやつ？コンピューターのミスで不動産の所有権が移動するなんてありえませんよ。そりゃあまあそうだけどさ。ねえ、でも家も土地も確かめたんでしょ？ええ、銀行口座も元通り、共和学院も業務部の手違いでしたなんて謝罪の電話を入れてきましたよ。まつりちゃん、
いいお湯だぜ、入ったら。さてと、ぼちぼち私引き上げるかな。何かあったのかな、兄さん。ほんと昼間出たっきりだもんね。何があったっていうのよ。バカですね。何もあるわけないじゃありませんか。おわるくん、まつりちゃんを頼みます。あ、君の先祖は竜なのだ。アマル、まつりちゃんを頼むぜ。こりゃダメだ。俺の社員が全員再起不能にされちまう。おい、もういい、全員退却させろ。はあ、ならはら、ダメだ、続けろ。一人でも二人でもあの兄弟を生け捕りにするんだ。御前のところへ連れて行くんだ。すいませんね、会社潰すわけいかねえんで。この恩知らずが。あらら、意外と根性ない連中じゃん。にゃろ、湯冷めしちまったぞ。ま、いいか。動くな。動くと今度は本気で撃つぞ。さあ、私の言う通りにするんだ。何言うてまんねん、このおっさん。さあ、私は内閣官房副長官の。ねえ兄貴、ひょっとしてこのおっさん知ってるんじゃないかな。はじめ兄貴の居場所。そう思いますね。知らん。私は知らん。何にも知らん。ひょっとしてはじめさんとの行き違いを考慮して私は留守番。続くさんたち3人ははじめさんが言ったはずの鎌倉の御前の本邸へと向かったのでありました。なんと麗しい兄弟愛ってやつかな。竜？そう、竜だよ。その竜仙峡で君の祖父は自分が竜王の一族の115代目であることを村の古老から教えられたのだ。竜道司の孫である君たちは117代目ということになる。竜王の一族の初代は文字通り人ではなく竜であったという。君の先祖は竜なのだ。あなたの妄想に付き合っている暇はないんです。君自身も何か思い当たることがあると思うがね、自分たちが普通の人間だと思っているはずがない。君はフォーシスターズというのを知ってるか？フォーシスターズ？アメリカを、ひいては自由主義陣営の全てを支配する四大財閥のことだ。存在すら知りませんね。空事ではない。奴らは世界にしっかりと根を張っておる。フォーシスターズは終戦以来日本の政治経済を支配しようとした。だが奴らの企みはその度に阻止された。いや、阻止したのだ。このわしがな。だがわしも90を超えた。いささか後のことが心配になってきた。そこでだ、君たちの力が必要になってきたのだ。君たちはその力を日本の真の独立のために使うべきだ。日本のために？あなたのためにと僕には聞こえますが、あなたは戦時中大陸で略奪と殺戮を欲しいままにしたそうですね。真の独立ですって、あなたの言葉とは思えない。君たちの祖国日本に対する愛情と忠誠心に期待しているんだ。愛情、忠誠心、そういうものは人に強制されたくありませんね。特に
権力で身を固めた人間からは。失礼。これも祖父の残した家訓です。権力か。権力とはな、つまるところ無実の人間を犯罪者として処刑台に送り込む力だ。一言の弁明もさせずにな。どうしますか。よし、しかるべき手を打ち、御前に緊急連絡。竜道家の先祖はただの竜ではない。太古の昔、中の武王を助け陰の中央を討ったという伝説の四海竜王なのだ。伝説に曰く、竜帝に4子あり、これを四海に報じて竜王となす。1に東海清竜王、2に南海光竜王、3に西海白竜王、そして4に北海黒竜王。4竜王は元これ竜神なるも人神に変じ、中元と崑崙との間に報道を得て祭祀を重ねたるなり。つまり竜が人間の姿に身を変え、中国の奥地黄河の上流で国を治めたということだ。それが龍泉峡。そして龍泉峡に残る古文書にこう記されていた。ほぼ3000年の時を経て、竜王たちは人の姿から再び竜へと転生する。その3000年目にあたるのが117代目である君たち4兄弟だ。信じているんですか、そんな頼りのない伝承。信じておるとも、君たちを見てその確信をますます深めた。君たちの力を見るために古田や高林など無能な連中をあえて差し向けたのだ。君がここへ素直に来たのも自分たちが一体何者であるのか、それが知りたかったからだ。違うかね。見せてやろう、君たちの本当の姿を。間もなく満員電車がこの鉄橋を通過する。誠の竜種なら君の弟たちは死にはしない。それどころか見事竜に化身し、その優美な姿を見せてくれるはず。弟たちには手を出さない約束のはずだぞ。知らんな。わしゃそんな約束をした覚えはない。御前、恐れながら約束は自分がいたしました。ならばお前が客人に詫びをせい。承知いたしました。よせ！さあ電車が来るぞ。あんたって人は、もし90歳の老人でなかったら、今この場で首の骨をへし折っているところだ。竜種ならば自分の肉親の居場所ぐらいはわかるはずだ。その優れた本能でな。御前、高林官房副長官、いかがいたしましょうか。
高林、聞いたような名だがわしの知らんやつだ。適当に処分せい。兄さん、さっきの話ですけど。視界竜王の伝説か。じいさんのたわごとさ。そうでしょうか。でも信じてるんでしょ、本当は兄さんも。どうかな。まだ寝てるぞ、西海白竜王殿と北海黒竜王殿は。警視総監と防衛庁長官を呼べ。はっ。少々大掛かりにはなるが、今度こそ4兄弟にふさわしいもてなしをしてやる。はっ。愛しい人よ、風に向かってその髪なびくままに何かに耐えている。人は誰でも孤独だけれど、それでも助け合える。誰かを愛してる。見上げる空の彼方にも希望は溢れているよ。いつでも君の味方、大丈夫、信じていて。大変だ、まつりちゃんが誘拐されちゃった。私ここにいるわよ。誘拐されるのは次のお話。俺たちまつりちゃんを助けるために東富士演習場に乗り込むんだ。僕たち自衛隊と戦争するの？ああ、私自衛隊に同情しちゃうな。俺は手加減しないぜ。アマル、危ない、逃げろ。次回黒竜王権限。ついにアマルが目覚めるぞ。